次に岩崎秀トータルプロデューサーお願いします。お疲れ様です。はい、まず今回私事ではあるんですけれども、2018年の4月かザ・クラブがですねオープンして、6年と7ヶ月かな、在籍させていただいたんですけれども、今月をもって、退店をさせていただく運びとなりました。ここに至るまでローランド会長とはいろいろお話をさせていただいて、自分がね、ちょっとお店をやりたいということを申し出て、それに対して会長の方から了承いただいたのと、グループ内でねお店を出すかグループ外でお店を出すかすごく迷ったんですけども、距離が近いとちょっとお互いにやりづらいかなっていうのも個人的にあったので、退店をさせていただいて、来年の1月か2月にグループ外として、お店を出店をしてやっていこうかなということで、こういった形になりました。ここにいるね、皆さんには長い付き合いの方ももちろんいますし、新しい出会いの、方もいるんですけども、一人一人いろいろな思い出があるなっていうのと、自分がねずっと送り出す側にいたんですけれども、こういった形で見送られる側に何が来たかと、ちょっとね個人的に今一人で感極まくなってるんですけども、本当に始めた時ね、6年7ヶ月前か、2018年4月20日にグランドオープンして、そこから、ここに至るまですごくいろいろな、思い出があって、すげえあっという間だったなっていうのと、ユーシがね日本一の記録を出したことに立ち会えたこととか、社長がね会長がプレイヤーだった時からずっと見ててね、こういう実業家になって、そういった姿も見て、自分自身もいろいろ成長、自分なりにできたのかなと。やっぱり個人的にどうしてもね本当に、会場も含めてそうなんですけども、すごく皆さんには感謝してるんですけども、やっぱりここの、グループの礎を築き上げてくれた、ずっとやらないでいてくれた、クラブのねオープン当初からいるユーシ代表もそうですし、退店しちゃいましたけど、エイトとか、まだね今いるレイ部長、ユミト総支配人、シュン、ロミオ、おしぼり、やめちゃいましたけど、ソーボ、ジオン、ミオかな、多分ずっと今いてくれてるのは当時のクラブから、そのキャストには彼らがあってこその今俺グループだと思ってるので、本当に礎を築いてくれた彼らには、特別にもっと心から感謝してるので、本当にありがとうございました。皆さんにはね新しい、たすきを渡すことになりますけども、引き続きグループの発展と、各々の成長を目標に頑張っていただければなと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。有志統括代表お願いします。お疲れ様です。そうですね、今グループさんから、お話があったと思うんですけど、このグループができてから、本当に最初は15人くらいで、このグループが始まって、今3店舗、来年にはね大阪店も2号店控えてて、今現在従業員100人以上の従業員がいて、もう本当に当時始まった時からしたらすごい規模になってきて、本当にね僕も黒崎さんの会長も目指してるんで、ね、日本一を、目指すって言ってこのグループが始まって、僕は黒崎さん、僕が入った時からすごくお世話になってるんですけど、先月のミーティングでも話したんですけど、黒崎さんのお味噌汁を作ったりとか、お弁当を温めたりとか、そんな下積み時代を経て、本当にこのグループにあるシャンパンゴールでもう僕と黒崎さんが朝6時まで残って作ったりとか、本当にたくさん本当にいろんな思い出があって、最初ナイザクラブ内勤さんが2人しかいなくて、僕もプレイヤーのトップで、黒崎さんいて会長いて話し合わなくて、たくさん揉めたりとかもあったし、初めて水売り5000万いった時とか、今で言ったら1億当たり前って思ってるのが、最初は水売り5000万もういかなくて、たくさんねいろんな壁に当たってきて、本当に今黒崎さんが言ったメンバー、今残ってくれてる本当初期のメンバーたちね、それが築き上げてきて、今のローランドグループというブランドがあって、新人が入っても、ただローランド賞別に取られなくても、タバコを数字持ってる、従業員たちがいるおかげで、新人の未経験の子たちも、5人、10人って同説集まって、
フォロワーも増えたりとか、そんなね、そんなホスグループって、みんなそんなにないのかなって、それはね、本当に先人の人たちが築き上げてくれた、このブランド、それで、黒崎さんがね、本当に僕は一度ね、コロナの時に、ちょっと、辞めてしまったんですけど、それをずっと守り続けてくれた、黒崎さんと、僕のね、メンバーたちが、いて、で、クラブが、復活して、で、新店の大阪ができてと、それだけ本当に守ってきた人たちがいて、最後にね、黒崎さんが言った通り、たすきをね、渡すと、次のね、時代は、今、そっちにね、座ってる、みんなの時代なので、戸惑うこともたくさんあると思うんですけど、僕はね、黒崎さんが教えてくれることもたくさんあるし、僕はこのグループを守るって決めてるので、しっかり、僕は僕で、守っていこうかなって思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ローランド会長お願いします。はい、お疲れ様です。まずはですね、先月も、各店、3店舗、まずの成績、特にシックはまた1億オーバーをしたっていうところで、まずはお疲れ様でした。で、発表あった通り、11月末で、まず黒崎さんが次のステージに行くというようなことになります。彼に対しての俺の思いだったりとか、後で個人的に伝えればいい話で、とにかく、彼がこのグループに残してくれたもの、黒崎さんが残してくれたものっていうのは言葉では説明できないぐらい大きいものですし、みんなからいろんな声も出るかもしれないですけども、確実に彼がこういたことはこのグループにとって、素晴らしい出来事だったんじゃないのかなと、黒崎さんには非常に、感謝をしています。僕はね、立場として未来の話をしなきゃいけない立場なんで、まず1月2月黒崎さんオープンします。で、その店舗の場所はその旧ダクラブ本店というところで、俺の愛着のある、箱なんで、うちのグループからもしっかりスタッフを送って、本当に心が成功してほしいっていうのはライバルであり、言ったら卒業生でもあるので、後でメンバーを発表するような運びにはなると思いますんで、黒崎さん含め行くメンバーは残ったメンバーもそうですけども、主語自分になるようなそんな店作りをしていかなきゃいけないし、してほしいなと、ちゃんと僕たちの看板が主語になるような店作りを僕らはしていかなきゃいけないし、送り出すメンバー、発表するメンバーに関しても、黒崎さんに関しても、ローランドのところにいた誰々と言われないようなね、お互いそういうようなライバル意識、持っていけば相乗効果で、素敵な関係値になれるんじゃないのかなと思ってます。そして、僕らそのグループとしてやらなきゃいけないところは、やっぱり改めてみんなには知っておいてほしいなと、正直言うとグループからすると、もちろん彼のような才能があるスタッフが独立するっていうのは、痛手でもあります。でも僕はいいニュースでもあると思ってて、例えばエイトに関してもうちを経由して六本木でお店をやりますと。で、黒崎さんに関してはもう自分一人の力を試してみたいんだと、いよいよチャレンジしなきゃいけない時期が来たと思いますっていうような話をした時に、うちを経由してこうやって、自分の夢を掴んでいくスタッフっていうのが、ここ数年出てきています。代表に関しても統括代表に関してもそうで、まず彼は、一国一城の主になりたいと、店をやりたいんだというようなことを彼が、言ってきて、もちろん応援するよっていう話をしていく中で、やっぱりグループに残ってグループの、トップとして、牽引していきたいと、グループに残って経営側に回るっていう立場もあれば独立するっていうこの黒崎さんみたいなスタッフもいて、やっぱりねコストだけで終わるグループだったらこんなに多くの、経営者はやっぱ輩出できていなかったのかなっていうようなところで言うと、やっぱり独立するスタッフだったりとか、経営側に回るスタッフどんどん応援していきたいなっていうところは思ってますし、この前例を見ても分かる通り、もちろんね多少の期間の制限あるかもしれないですけど、やりたいんだったらどんどんやってくれっていう方針は今後も変わらないと思うんですよ。だからここの前に座ってるこの2人に関しては、君たちのロールモデルになりうるし、グループに残るっていう選択もあれば自分でやるっていう選択もあって、俺は、間違いなく嘘偽りなくみんなを応援したいと思ってるし、綺麗事じゃなくてここから経由してみんながいい経営者になれば、ローランドグループを経営すればこんな素晴らしい未来が待ってるんだって、思ってもらえるようなグループで居続けたいんで、なのでちょっと話が長くなっちゃいましたけど、
グループの哲学としてはまず一般企業としてあるべきことをやりましょうと、そして、よりクリーンに日本で一番安心して通えるホストクラブ作りを今後も進めていきますよと。でその中には出勤に関して厳しく言うような、今よりもシックは特に厳しく指導するようなこともあるかもしれないんですけども、それは会社のフィロソフィー哲学だと思って、しっかりと受け入れてほしいなっていうところと、最後に、何度も言いますけども、ホストを経由してその未来を見せるのが俺の仕事だと思っているので、そこにプッシュした指導を今後はよりしていきます。なのでホストとしていろいろ学びたいのに、ホストとして好き勝手したいのにっていうのがあるかもしれないですけれども、まずホストとして売れるっていうよりも、その未来を俺を見てるんだよっていうところをここで改めて伝えられたらいいなと思います。なので、先日した通り、オープニングメンバー、5、6名想定しています。黒崎さんの方からしっかり、多分話があると思いますので、そのスタッフはしっかりとオープン黒崎さんのサポートをして、いい店作りをしていってほしいなと思います。以上をもちまして11月16日グループミーティングを終了といたします。お疲れ様でした。掃除組はテーブルパーッと拭いちゃいましょう。